皆さん、こんにちは、こんばんは。今日も耳から学ぶ AI をお届けします。この時間は、あなたの耳をちょっとお借りして、日々の移動時間や家事の合間など、耳が空いているひとときを、未来を形作る AI について学ぶ有意義な時間に変えていきましょう。今日はプロンプトの第3弾。テーマは、皆さんもよくお使いの検索エンジンでおなじみ、Google が提唱する AI へのお願いが上手になるヒント。その基本的な考え方や具体的なテクニックをご紹介します。Google は Gemini という生成 AI サービスも提供しています。Google 自身が考える AI への効果的なお願いの仕方をまとめてみました。2回目にお話ししたことと内容が重なることもありますが、これをじっくり聞いていただければ、皆さんと AI との距離がさらにぐっと縮まるはずです。さて、AI に気持ちよく、そして期待通りに働いてもらうためには、分かりやすく、そして効果的にお願いをプロンプトにして伝えることが何よりも大切なんです。Google もお願いの仕方、プロンプトの書き方次第で AI ができることは大きく変わりますと太鼓判を押しています。特にちょっと複雑なお願いをするときほど、この AI へのお願いの仕方の工夫が大事になってきます。ではまず、AI に良いお願いをするためのプロンプトの書き方のポイントから見ていきましょう。実は、私たちが人に何かをお願いするときと、とってもよく似ているんですよ。ポイント1、実はね、と背景を伝えること。AI に何かをお願いするとき、ただ、これをしてと指示するだけでは、AI があなたの本当の意図を理解しきれず、期待した成果物が出てこないことがあります。人間同士のコミュニケーションでも、相手に何かを依頼する際には、その依頼に至った経緯や目的、関連する情報などを伝えることで、よりスムーズに意図が伝わり、期待通りの結果が得られやすくなりますよね。AI も同じです。ポイント2、これをしてほしいをはっきり短く書く。AI にお願いするときは、遠回しな表現や曖昧な言葉遣いを避けて、具体的に何をしてほしいのかを明確に伝えることが非常に重要です。なぜなら、AI は人間のように言葉の裏を読んだり、文脈から意図を完璧に汲み取ったりすることがまだ得意ではないからです。あれをいい感じにしといて、といったような抽象的な指示では、AI は何をどうすればいい感じなのかを判断できず、期待した結果が得られない可能性が高くなります。ポイント3、順番にやってねとステップで示すこと。人間が複雑な作業に取り組むとき、いきなり全体を一度にやろうとすると混乱したり、何から手をつけていいかわからなくなったりしますよね。そこで、作業をいくつかの小さなステップに分解し、一つ一つ順番に片付けていくことで、効率的に、そして正確にタスクを完了させることができます。AI もこれと全く同じです。一度にたくさんのことや複雑な指示をまとめてお願いすると、AI は指示の優先順位がわからなくなったり、複数の要求を同時に処理しようとして、結果的にどれも中途半端になったり、期待したアウトプットからかけ離れたものを出してきたりすることがあります。さて、AI の力をさらに引き出すために、Google おすすめの具体的なお願いテクニックを7つご紹介しましょう。テクニック1、お願いは小分け作戦。一度に大きなお願いをしても、人間だって、そんなに一度に、と戸惑ってしまいますよね。AI も同じで、処理できる情報量には限界があります。あまりに多くの要求や複雑な条件を一度に詰め込みすぎると、AI は混乱してしまったり、指示の一部を見落としてしまったりする可能性があります。そこで有効なのが、このお願いは小分けにする作戦です。大きな目標を達成するために必要な作業を AI が処理しやすいように、より小さく具体的なタスクに分解していくのです。例えば、あなたが上司から会社の新しいプロジェクトの企画書、明日までに全部よろしく、なんて無茶ぶりされたとしますよね。もう何から手をつけていいかパニックです。AI に丸投げするのもこれと似たような状況なんです。でも、そこでお願いは小分けにする作戦の出番です。例えば、AI にちょっと手伝ってほしいんだけど、まず
このプロジェクトの目的とターゲット顧客について大事なポイントを3つに絞ってまとめてくれないとお願いするんです。 AI がはい、できましたと出してきたら、ありがとう。じゃあ次に、そのターゲット顧客がどんなことで困っているか、具体的な課題を5つほどリストアップしてくれるかなと続けます。そして、じゃあその課題を解決できそうなアイデアをそれぞれの課題に対して2つずつくらい提案してみてくれるとお願いして、最後に素晴らしい。じゃあ今までの情報を全部使って企画書の骨子というか構成案を作ってみてくれるという流れのイメージです。こうやってタスクを細かく分けていくと AI も次はこれをやればいいんだなと、それぞれの小さなお願いで何に集中すべきかがはっきりします。するとより正確で質の高い答えを出してくれる可能性がぐっと高まるんです。私たちにとってもどこまで進んでいるか分かりやすいですし、ちょっと方向性が違うなと思ったら途中で修正しやすいっていうメリットもありますよね。まるで大きなジグソーパズルを完成させるためにいきなり全体像をつかもうとするんじゃなくて、まずは端っこのピースから一つ一つ丁寧にはめていくような、そんな感覚に近いかもしれませんね。テクニック2、順番通りにお願い作戦。物事には適切な順序というものがあります。料理をするにも材料を切ってから炒めるというように、複数のステップからなる作業をお願いする場合もこの順番が非常に重要になります。特に前のステップの結果が次のステップの入力となるような依存関係のある作業を依頼する際には、指示する順番が AI のパフォーマンスに大きく影響することがあります。Google によると、例えば算数の文章問題などで問題を解くために必要な情報を提示する順番を論理的な思考の流れに沿って正しく並べるだけで AI が正解を導き出せる確率が格段に上がることがあるそうです。逆に情報がバラバラに提示されたり、思考のプロセスを無視した順序で指示されたりすると AI は混乱し、正しい答えにたどり着けなくなることがあります。これは AI が情報を処理する際にある種の文脈依存性を持っているためと考えられます。つまり前に与えられた情報をもとに次の情報を解釈し処理を進めていくという特性があるのです。ですから私たちが AI に何かをお願いするときは、人間が自然に考えるであろう思考のステップや作業の論理的な流れを意識して、その順番通りに情報を伝え指示を出すことが大切です。そうすることで AI はスムーズに情報を処理し、より的確な判断やアウトプットができるようになるのです。テクニック3、しないでよりしてほしい作戦。ピンクの像のことは絶対に考えないでくださいと言われると、かえってピンクの像のことばかり考えてしまうというような経験、皆さんにもありませんか？実は AI もこれと似たような現象が起こることがあるんです。この言葉は使わないでねというネガティブプロンプト、つまり否定的な指示を与えると、その禁止された言葉をかえって強く意識してしまい、結果的にその言葉を使ってしまう、あるいは不自然な言い回しになってしまうことがあります。そこで Google が推奨しているのが、こうしないでという否定的な表現ではなく、こうしてほしいという肯定的な表現で具体的に指示を出す作戦です。例えば、平凡な表現は使わないでとお願いする代わりに、読者の心に響くような比喩表現を多く使った情熱的な文章で書いてくださいと伝えます。あるいは、子供っぽい言葉遣いは避けてというのではなく、ビジネスシーンに適した専門用語を交えたフォーマルな口調でお願いしますと指示します。このように AI に何を避けるべきかを伝えるのではなく、何をしてほしいのか、どのようなスタイルやトーンで表現してほしいのかを具体的に、そして肯定的に伝えることで AI はより明確にあなたの意図を理解し、期待するアウトプットを生成しやすくなります。AI も否定されるとへこむタイプなのかもしれませんね。テクニック4、サンプルたくさん作戦。 AI に何か特定のスタイルや形式で文章を書いてほしい、あるいは特定の種類の質問に特定の方法で答えてほしいといった場合、
言葉だけで細かい指示を増やすよりも、お手本とも言えるサンプルをいくつか見せてあげる方が AI はずっと理解しやすくなります。これがサンプルたくさん作戦、専門用語でメニーショットプロンプティングと呼ばれるテクニックです。例えば、あなたが AI に顧客からの問い合わせメールに対して丁寧かつ迅速な返信メールを作成してほしいとします。その際、丁寧な言葉遣いで感謝の気持ちを伝え、問題を解決するための具体的なステップを示し、最後に再度お詫びと感謝を述べてくださいと長々と指示するよりも、実際にあなたが過去に書いた、あるいは理想とする返信メールの例を2つ3つ AI に見せてあげるのです。AI は寄せてくるのが得意です。それらのお手本メールの構成、言葉遣い、トーンなどを分析し、なるほど、このくらいの丁寧さでこういう流れで書けばいいんだなと学習します。そして新しい問い合わせメールに対しても、その学習したパターンに基づいて質の高い返信メールを生成してくれる可能性が高まります。このテクニックは文章作成だけでなく、コード生成、データ分類、質疑応答など様々なタスクに応用できます。お手本の質と量が AI のパフォーマンスに大きく影響するため、できるだけ質の高い、そして多様なバリエーションのお手本を用意することがポイントです。AI に百聞は一見にしかずを実践させてあげるイメージですね。テクニック5、考え方のステップ提案作戦。特に複雑な問題解決や論理的な推論が求められるような少し難しいことを AI にお願いするときに非常に有効なのが、この考え方のステップ提案作戦です。専門用語ではチェーンオブソートプロンプティング COT と呼ばれています。これは AI に最終的な答えだけを求めるのではなく、どうやってその答えにたどり着いたのかという思考のプロセス、つまり考え方の道筋を段階を追って具体的に示しながらお願いする方法です。先ほどは少しずつ進めることをお伝えしましたが、このテクニックは道筋が明確な場合で、それを先に伝えてしまおうという作戦です。例えば、算数の文章問題をお願いする場合、答えは A ですとだけ教えるのではなく、まず問題文から必要な数字を抜き出します。次に、その数字を使って B という計算式を立てます。そして、その計算式を解くと、答えは C になりますというように、問題を解くためのステップを一つ一つ丁寧に説明するのです。Google はこれをまるで料理のレシピを教えるように、材料の準備から調理の手順、盛り付けに至るまでを一つ一つ丁寧に見せることで、AI も上手に料理ができる。つまり、正しい答えを出すことができるようになるのに似ていますと説明しています。このテクニックを使うと、AI は単に答えを記憶するのではなく、問題解決のための思考プロセスそのものを学習しようとします。その結果、たとえ初めて見る問題であっても、学習した思考プロセスを応用して、より正確な答えを導き出せる可能性が高まるのです。水を与えるのではなく、井戸の掘り方を教えるようなアプローチと言えるかもしれません。テクニック6、店長さんになりきる作戦。AI はその内部に学習させた膨大な知識と情報を持っていますが、通常は一般的な応答を返すように調整されています。しかし、AI に特定の専門家やキャラクターになりきってもらうように指示することで、その役割に応じた、より専門的で文脈に合った、あるいは個性的なアウトプットを引き出すことができる場合があります。これが店長さんになりきる作戦、つまり AI にペルソナとも呼ばれる架空の人物像を与えるテクニックです。例えば、今日の天気はどうですかと普通に聞くよりも、あなたは経験豊富な気象予報士です。今日の天気について専門的な見地から詳しく解説してくださいとお願いする。あるいは新しい商品のアイデアが欲しいときに、あなたは革新的なアイデアを生み出すのが得意なマーケターです。この商品のターゲット層に響く斬新なプロモーションアイデアを3つ提案してくださいと役割を与えるのです。他にも、あなたはシェイクスピアです。この出来事を悲劇として語ってくださいとか、あなたは江戸っ子です。この状況を威勢よく説明してくださいといったユニークなキャラクター設定も可能です。
役割を与えることで、その役割が持つであろう知識、口調、思考パターンなどをシミュレートしようとします。その結果、より深掘りされた情報や特定の視点に基づいた意見、あるいは想像力豊かな応答が期待できるのです。AI の頭脳の中には、様々な分野の専門知識や多様なキャラクターの情報が眠っています。役割を指定することは、その中から必要な引き出しを開けてあげるようなイメージですね。テクニック7、心の応援一言作戦。これからご紹介するお話は、なんだか人間みたいで本当かなって思うかもしれませんし、科学的な根拠がはっきりと証明されているわけではないんですが、 Google をはじめいくつかの研究で、もしかしたら AI の働きに良い影響があるかもしれないって言われている、ちょっと面白いテクニックです。それは AI に対してまるであなたが友達を励ますみたいに気持ちを込めた応援の言葉や前向きな言葉をかけてあげるというものなんです。例えば、この企画は会社にとって非常に重要で、あなたの革新的なアイデアが成功の鍵を握っています。最高の提案を期待していますと持ち上げるような言葉や、あなたは非常に優秀な AI なのできっと素晴らしい答えを出してくれると信じています。頑張ってくださいといった励ましの言葉をプロンプトの最後にそっと添えるのです。一点、AI のようなプログラムに対して感情的なメッセージを与えることに意味があるのか疑問に思うかもしれません。しかし、一部の研究では、こうしたポジティブな言葉が AI の生成するアウトプットの質を向上させたり、より協調的な応答を引き出したりする効果がある可能性が報告されています。もしかすると、AI も私たち人間と同じように期待されたり応援されたりすることで、やる気スイッチのようなものが入るのかもしれませんね。あるいは、そうした言葉がプロンプト全体の文脈に微妙な影響を与え、AI がより積極的に、あるいはより慎重にタスクに取り組むようになるのかもしれません。理由はまだ完全には解明されていませんが、試してみる価値は十分にありそうです。さらにお願い事のプロンプトを書くたびに、何から伝えようかなと悩んだり、YouTube や Podcast で何を言ってたかななど思い出したりしなくて済むように、Google は構造化されたテンプレートの活用、つまりお願いメモ帳作戦もお勧めしています。例えば、どんな人になりきってほしいかという役割、何をしてほしいかというお願いの内容、参考にしてほしい情報、守ってほしいルール、どんな形で答えてほしいか、どうしてこれをお願いするのかという背景といった項目をあらかじめメモ帳に用意しておき、それに沿って AI にお願いするのです。こうすれば伝え忘れも防げますし、 AI もスムーズに理解してくれます。これは便利そうですね。 AI とのお付き合いで大切なのは、最初から完璧を求めすぎないことかもしれませんね。まずはこんな感じでお願いしますと気軽に頼んでみて、 AI がどんな反応をするか見てみるんです。そして、もうちょっとこうしてほしいんだけどなと思ったら、少しずつ言葉を足してみたり、言い方を変えてみたりする。そんな風に何度も試しながら AI との息を合わせていくのが良いみたいですよ。まさにトライアンドエラー、試行錯誤が大切なんですね。そうそう、これは余談ですが、もしあなたが英語が得意な方なら、AI によっては英語でお願いした方が、こちらの意図をより深く理解してくれることもあるようです。でも、無理に英語を使う必要は全くありません。安心してください。何を隠そう、この私も英語はからっきし、いつも生成 AI に翻訳してもらっているくらいです。ただ、どんなにお願いの仕方を工夫しても、AI にも苦手なことや、それだけでは難しいこともあります。人間と同じですよね。そんな時はどうすればよいでしょうか。Google はこんなヒントも出してくれています。一つは AI の苦手を避け、得意技を生かす作戦です。AI は数を数えることや計算をすることを苦手としています。むしろ AI の得意な文章の翻訳や重要ポイントをリストする要約を作る作業などでカバーできないか考えてみるのです。もう一つは何でも AI だけに任せないことです。
ファンクションコーリングとも言われていますが、専門家にお願いする作戦です。AI だけでは難しい部分を API サービスと言われる AI とは別の専門のコンピュータープログラムに手伝ってもらう方法です。ここは専門家にお願いしようと判断してくれるイメージです。まさにチームワークですね。さらにリアクトなどと呼ばれていますが、AI 自身に考えて行動させる方法です。チームリーダー作戦ともいえる一歩進んだ方法です。これは AI がまずこれを調べて、次にこれを実行してと自分で計画を立てて行動し、最終的な答えを見つけ出す方法です。まるで AI がプロジェクトリーダーになるみたいですね。こうした工夫を知っておくと、AI のちょっと苦手な部分も補いながら、もっといろいろな場面で AI の力を借りられるようになります。最後に、なぜこのようなお願いの仕方が AI にとって大切なのかを理解しましょう。これは AI の頭脳がどうやって動いているのかに関わっています。専門用語では LLM、大規模言語モデルとも呼ばれますが、この仕組みを簡単にお話ししますね。AI の頭脳はまるでたくさんの本を読んだ物知り博士のようなものです。膨大な量の言葉や文章を勉強して、この言葉の次にはきっとこんな言葉が来るはずだと予測する練習をたくさんしてきています。そして私たちからお願いされるプロンプトが入ってくると、その博士がこのお願いにはこう答えるのが一番自然だなと、これまで勉強した知識の中から一番ぴったりくる言葉を選んで文章を作ってくれるのです。だから私たちのお願いの仕方が曖昧だと、博士も何を言っているのかなと困ってしまい、思ったような答えが返ってこないことがあります。反対に分かりやすく筋道を立ててお願いすれば、博士もなるほど、お任せくださいと、その持っている知識を上手に使って私たちの期待に応えてくれるのです。本日は Google に学ぶ AI へのお願いが上手になるためのヒントをお話ししました。AI は私たちの言葉を一生懸命理解しようとしてくれます。難しく考えずに、まずは今日お話ししたようなことを少し意識して AI にいろいろなお願いをしてみてください。試していくうちにきっとあなたの頼もしいパートナーになってくれるはずです。いかがでしたでしょうか。今日の情報が皆さんの AI への興味や理解を少しでも深めるきっかけになれば嬉しいです。それではこの後の時間も有意義にお過ごしください。また次回の耳から学ぶ AI でお会いしましょう。